荒野の真ん中になぜか誰にも近づけない巨大な建物が佇んでいる。何もない荒野に突如現れる人工物、それがエリア51と呼ばれる場所だ。舗装されていない道を進むと、やがて監視カメラや警備員、そして立ち入り禁止を告げる警告標識が現れる。地図には記載されていても、その内部は徹底的に秘匿され、誰も中身を語らない。この施設は1955年に誕生したアメリカ空軍の極秘開発拠点。当初は U2 偵察機の実験場として始まり、やがて SR-71 ブラックバード、F-117 ナイトホークといった時代を超えた航空機の数々がこの場所で生み出された。だがその裏側で語られるのは単なる航空技術の進歩ではない。目撃される謎の発光物体や基地を取り囲む異常な警備体制、そして政府による徹底した情報統制、それらが積み重なり、何かが隠されているという疑念を人々の心に植え付けてきた。なぜこれほどまでに厳重に秘密が守られているのか。そこにあるのは未来の技術か、地球外の存在か、それともただの陰謀論だろうか。語られない事実、見せられない真実。今回はそんな沈黙の奥に潜むエリア51の正体に迫っていこう。エリア51がただの軍事基地ではないと囁かれる理由、それは数多くの UFO 目撃証言にある。特に衝撃的だったのが1989年に元技術者ボブ・ラザーが語った告発だ。彼は S4 と呼ばれるエリアで墜落した宇宙船の逆解析をしていたと主張。重力を制御する装置や人間とは異なる生態構造を持つ座席など、常識を超える技術が存在したという。この証言が世に出た瞬間から、エリア51は地球外生命体の研究施設という新たな顔を持つようになった。エリア51周辺では謎の飛行物体が空中で静かに浮遊していたり、夜空を高速で移動する光が目撃されたりと、数々の不可解な現象が報告されている。これらが未公開の軍用機である可能性は否定できない。実際ステルス戦闘機や偵察機などの試験場であることは確かだ。だが1980年代後半から頻発した黒いトライアングル型 UFO の目撃は、当時の航空技術では説明がつかない挙動を見せていた。また1970年代にはエリア51で働いていたとされる職員が突如消息を絶ったという噂も残っている。家族には今後連絡は取れないとだけ伝えられ、彼が従事していたプロジェクトの詳細は今も不明のままだ。さらに1994年には元従業員たちが政府を提訴。正体不明の化学物質や放射性廃棄物に暴露されたとして、皮膚疾患や呼吸障害などの健康被害を訴えたが、政府は国家機密を理由に一切の証拠開示を拒否した。空をかける正体不明の飛行体、語られぬ病気、そして沈黙によってかき消された声。証拠はないが証言はある。君はどう思う？この一連の出来事は本当に偶然なのか、それともエリア51には隠された何かが存在しているのだろうか。エリア51に実際に関与したとされる人々の証言はあまりに非現実的だが、それゆえにただの作り話とは言い切れない。元パイロットや技術者の中には、基地に入る際は目隠しをされ、どこにいるかも知らされず、自分の業務以外は絶対に口にしてはならないと語る者もいた。中には CIA によってヨーロッパの墓標から偽名を割り当てられ、任務中は本名すら使わなかったという証言もある。また常識では考えられない飛行原理を持つ物体に関わったと語る元技術者も存在し、彼は全体的に何を作っていたのかわからなかったと言い残している。技術的な出所が不明な物体の存在は、宇宙船の逆解析説を支持する声の裏付けとなっている。そして最も重いのが事故と隠蔽の証言だ。1967年 A12 の極秘テスト飛行中にパイロットが命を落とした事故は、当時任務や死因を一切伏せられたまま隠蔽され、後に公式記録として公表された。こういった件に共通しているのは、絶対に語ってはならない空気が支配していたという点だろう。機密だらけで自分が何をしていたかすらわからない。そんな不可解さが
人々にエリア51そのものへの疑念を抱かせた。エリア51をめぐる最大の謎、それはその内側に踏み入れることが事実上不可能だという点にある。砂漠を抜け基地の外縁に近づくと白いピックアップトラックが現れる。カモリュードと呼ばれる迷彩服の警備員たちは境界線を越えた瞬間、容赦なく侵入者を拘束する。実際観光客が一歩誤って足を踏み入れただけで法的措置を受けたケースもある。2019年には SNS を発端にストームエリア51運動が拡散し、数千人が集結したが、境界線を越えられた者は一人もいなかった。このような厳重な封鎖が続く中、人々は次第にここでは何かが行われていると考えるようになった。例えば宇宙人との密約、地球外生命体が高度な技術を提供する見返りに人間を研究対象とすることを許された。そんな説がまことしやかにささやかれている。あるいは月面着陸の映像はここで撮影されたという陰謀論。実際 NASA との関係の深い軍施設であることからこの仮説を支持する声も根強い。タイムトラベルの実験、異次元へのアクセス、未来兵器の開発、そのいずれもが証明されてはいないが完全に否定されることもない。エリア51がここまで多くの憶測を生むのは知らされないことがあまりにも多すぎるからだ。そこにあるのは空白、そして人々の想像が作り出したもう一つの現実。この場所に本当にあるのは軍事技術なのか、それとも我々がまだ触れてはいけない何かなのか。その答えは誰にもわからないが、一つだけ確かなのは境界線の向こうでは今この瞬間も何かが動いているということだ。エリア51、そこは地図に載っていても実態の見えない場所だ。今もなお厳重な警備のもと、秘密裏に運用が続くこの施設に人々は何を見るのだろうか。それは未来の技術か、空想に過ぎない陰謀か、あるいは政府が本当に隠し続けている何かの存在なのか。確かなのは真相が語られない限りこの場所が語られ続けるということだ。沈黙の奥に潜むものに私たちはつい惹かれてしまう。君はこの静寂の向こうに何を感じただろうか。次回も世界の片隅に潜む謎を一緒に探しに行こう。それではまた。